こんにちは、はるかねです。今日はこちら、おびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形の働く細胞というね、アニメの結晶版ちゃんのお衣装を作っていこうと思います。で、針と糸をね、一切使わずに作っていくんですけれども、代わりに使うのがこちらのね、ダイソーの布用ボンドを使っていきます。で、材料はこちらのコットン 100% の生地で、水色と少しね、お色のついてるベージュを使っていきます。ではまずパンツから作っていきます。こちら下方眼紙なんですけれども、5センチ ×6 センチを2枚使っていきます。まず重ねて、でだいたいね、端から5ミリぐらいのところから2センチぐらいのところにかけてカーブをかけて切っていきます。こんな感じですね。そしてボンドをね、ここに塗って端をくっつけていきます。次にね、ここがだいたい4センチになるようにまた切っていきます。そしたら開いて、くっつけた方がね、ビラビラがある方が内側になるんですけど、これをこう倒してくっつけながら、このね、端っこを処理していきます。そしてしっかりね、ここが乾いたら一度ね、人形のこう骨盤の部分に、ここにね、一番太いところに合わせてみて、余白をね、余白がどのぐらいあるかを確認します。だいたい5ミリぐらいあるので、そのぐらいでくっつけていきます。そしてこのね、バタグリが乾いたら、この内側がね、表になるんですけど、表に向かってね、こう2回クリクリっとこう巻きつけるような形でくっつけていきます。そして乾いたらね、ズボンを開いて、この股のね、中心をしっかり合わせて、でこの裾の部分をね、こう揃えると少しね、こうはみ出る部分が出てくるので、これをカットしてこの部分をボンドでくっつけていきます。乾いたらひっくり返して人形に着せていきます。次に T シャツをね、作っていきます。だいたい7センチ ×6 センチいかないぐらいが2枚、こちらボディですね。と、2センチ×だいたい5センチちょいぐらい、6センチいかないぐらいが2枚、こちら袖になります。そして微妙にね、これ裏表があるんですけれども、濃い方が表で、表地を中にね、内側にしてこう揃えて、だいたいね、上から1センチぐらいのとこからこの真ん中あたりにかけてこうね、三角に切って、で首穴をね、だいたい1センチぐらい開けて、こっから5ミリぐらいのところから 1.5 センチぐらいのところまでこうね、
カーブに袖ぐりを切っていきます。そしたらね、この肩の部分をまずねボンドで留めていきます。そして乾くまでの間に袖のね端処理をしていきます。まず裏側を向けて、ここにねボンドを塗って折って端処理していきます。そして肩の部分がね乾いたら開いて、こちらがね表地になるんですけど、ここにこの袖のねこちらが表地で、表地と表地をこう合わせる形でね中表にしてこういう風にくっつけていきます。でこの時ね、この肩の中心の部分とこの中心の部分を合わせてこうねカーブを描くようにこうくっつけると割とね綺麗にくっつけられると思います。じゃあつけていきます。そして乾いたらこちらがね表地になるんですけど、中表にしてこうね閉じて袖の部分をこうね合わせてカットしていきます。ここがね乾いたら開いて、よいしょ、裏側からねここを端処理していきます。まずこれをねビラビラを先くっつけてから端処理します。裾の部分がね乾いたらこちらの端もくっつけていきます。最後にねこの襟の部分を少し深く切ってね切れ込みを入れてボンドを塗ってくっつけていきます。はい、これでひっくり返して完成です。これがね帽子のパーツになります。2.5×4 センチを真ん中の部分でね
ちょっと中心でこう外に膨らむような感じにこうカットしたものが6枚使っていきます。まずはね、帽子のこのパーツ3つ、下の3つにこちら側だけにねボンドを塗って上のを重ねてくっつけていきます。でこのてっぺんの部分ね、この尖ってる部分のてっぺんの部分から3ミリぐらいはボンドつけずに置いておきます。乾くまでの間にね、こちらにボンドを塗ってこう折り返してくっつけていくのと、これもねボンドをこう塗って半分に折ってくっつけていきます。こちらがね乾いたらこれを開いて、またね3ミリほどここ残した状態でここからボンドを塗って次のパーツとくっつけていきます。そして乾いたらこのね中心空いてる部分を閉じていきます。少しね手でこう押さえたまま糊が落ち着くのを待ちます。そしてねこれが乾くまでの間にまず帽子のね枠を切り揃えていきます。だいたい4ミリ、3ミリ、4ミリぐらいの程度に細くね綺麗にカットしていきます。でこちらが折り目なので折り目の方を残して切っていきます。次にね帽子のつばの方も切っていきます。このまま半分に軽くね折ってギュッて折ったらねここにシワができてしまうので軽く折った状態でこうねカーブに切っていきます。そしたらねここにこう切れ込みを入れていきます。でこちらが乾いたらこのね角の部分少し丸みを帯びてる部分にも切れ込みを入れていきます。でこのね一番角の部分はこうね V 字に少しね切り取った方が綺麗に仕上がるかもしれないです。こんな感じに。で全体がねカットできたらひっくり返して形をね整えていきます。でこの時ねいきなりガバッと全部開いてしまわないで少しずつね開きながら様子を見ながら形を整えていきます。はい、そしたらねここで一度これをかぶせてみます。こうねちょっとね深すぎるので5ミリほどね切っていこうと思います。
そしたらこのね今切った端っこの部分にこの枠をこうくっつけていきます。そしてここがねちょっとボンドが落ち着くまで手で押さえてホールドしておきます。そしてある程度ね落ち着いたらちょっとねこういうはみ出した部分を切っていきます。そしてねこの角のところに後ろが来ているんですけど、こっちのねちょうど反対側のこの角の部分にこのつばのね中心が来るようにこういう風に貼り付けていきます。そしてねまたボンドが落ち着くまでしばらくこうやって押さえておきます。はい、でだいたい乾いたので最後にねミスターカラーなどで何でもいいんですけどね、マジックでも血小板という文字を書いていきます。これで血小板ちゃんカスタム完成です。オビツ11はね等身的にも血小板ちゃんに近いので可愛くね作れると思います。ファンの方は是非ね挑戦してみてください。で血小板ちゃんのね長靴なんですけれども、こちらダイソンのね樹脂粘土で作ってみました。で鉛筆でねこう穴を開けてあります。でオビツ11はねこの足首外せますので、足首を取った状態でこう刺す形でね使っていけたらと思います。今回まだね乾燥させるのに3日ぐらいかかりそうなのでちょっと刺せないんですけれども、樹脂粘土はそこそこ重さもあるのでねいいホルダーになってくれるかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録とあとお友達へのシェアぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。先生、白い服着ててわかんない。